皆さんこんにちは、ビエンです。私は今岐阜県岐阜市に来ております。1泊2日の岐阜一人旅。昨日は岐阜市を中心に観光やグルメを楽しみました。そして本日はこの辺りを観光していこうと思います。秘境スポットで絶景に感動したり、最高の海鮮ランチを発見してしまったり、贅沢すぎるリフレッシュスポットを発見してしまったり、最後まで岐阜一人旅を堪能します。ちなみにこのチャンネルでは全国を旅する様子や行ってよかった観光スポット紹介を投稿しております。ぜひこの機会にチャンネル登録や高評価ボタンで応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。そのワンタップがめちゃくちゃ励みになるんです。よろしくお願いいたします。おはようございます。素晴らしい朝を迎えました。今日は朝一で岐阜市のホテルを出発して秘境スポットに向かいます。しかし今日は朝食バイキング付きプランで宿泊しているので、まずはたっぷり食べようと思います。私が宿泊しているホテルドーミーインではご当地グルメを朝食バイキングで堪能することができます。特にこの飛騨牛コロッケとケイちゃんが美味しかったです。美濃ケントンという岐阜県のブランド肉を使用したポークシチューも美味しかったです。久しぶりの朝食バイキング美味しかったな。てな感じで早速準備して向かいます。いやー、今んとこ今日もいい天気ですが、なんか天気予報によると雨が降るとか風が強いだとか天気が荒れるらしいです。おー、すごい、こんなのあったんだ。なんか魚を取らないでくださいって書いてあったから、なんか魚いんのかな。出発しました。本日最初の目的地までは車で1時間くらいかかるそうです。市街地からの出発だったので渋滞が心配でしたが、車線も多くね、そんなに混雑もしていなくてスムーズに移動ができました。そして大垣市に突入しました。本日は大垣市の観光スポットも回る予定です。そしてもう少しで到着というところで、やばいぞ、これはパラパラと雨が降ってきましたね。山の方はちょっとやばいな、霧みたいになってる。朝一で観光する場所は山を登っていくので、このまま雨が強くなってしまうと結構やばいです。ここを登っていくと駐車場ですかね。本日最初に観光するのは養老の滝でございます。駐車場が2つあるらしくて、下の駐車場は無料だけど片道歩いて20分ぐらい歩くらしくて、で上の駐車場は有料だけど滝のすぐ近くだそうなので、とりあえず一旦上まで行ってみようかなって感じですね。これを登っていくのかな。おー、結構あれですね、急勾配というか坂が、対向車、平日だから大丈夫か。対向車が来ないことを祈って進みます。で朝9時だからすれ違うことはないでしょう。ただこれあれだな、ミラーがないから怖いね。おお、久々に登るなこういうとこ。あと落石もね、なんか落石注意って書いてあったんでね、ちょっと怖いですね。そしてさらに山道を登っていきます。結構登ってくんだね。うわ、落石してる、怖っ。うわ、結構登ったね。あんまり進んでないんですけど急な坂道だったんで、ちょっと登っただけですごい景色です。そしてついに養老の滝駐車場に到着しました。どうやら私が一番乗りみたいです。駐車料金500円で、あとパンフレットもねいただきました。下の駐車場がここか。こっから歩くとね多分遠いんですよね。20分ぐらいこうやって登ってくのと、でちょっと寒いんですよね今日。なので上まで登ってきました。上までの道はね、ちょっと山道で車道は細かったですけど、車すれ違いなくはないのと、対向車も来ないでしょうこの時間であれば。逆ルートというかね、こう上から先に滝を見てからちょっと遊歩道の景色見て、で雨降りそうだったらすぐ戻るみたいな、そういうルートにしようかなっていう感じですか。とりあえずちょっと行ってみよう。上の駐車場からだと下る感じなんだ。滝の音がする。これ下の駐車場からだと歩いたら大変ですね。20分間この感じの坂とか階段って考えたらなかなかきつい。
しかも雨降ったらやばい。すごい誰もいない。あと100メートル。人がいなすぎるとちょっとね、イノシシとかクマが怖いですよね。まあいないだろうけど。こんだけ旅行してて山の方も観光してるんですけど、クマとかね、人生で一回も見たことないんだよな。おみくじが、こんなところにおみくじがあります。滝はこっち？すごい上も山って感じだ。結構なんか崖なんだね。なんかすごい独特な地形というか崖ですね。なんかあれが滝かな。お、到着。一瞬で着いた。こっから6分歩いたところに山腹展望台もあるんだ。これね、自動販売機もあります。自動販売機とおみくじと休憩スペース、屋根もあるんでね、最悪雨が降ってもここで休憩できますね。養老の滝。そして到着。ちょっとあんまり苦労せずにあっという間に到着してしまったんでね、ちょっとあれですけど。でもすごいな。めっちゃいい景色。すごい、これ岩がある。これは何なんだろう。岩があって、ちょうどこの岩の間に滝が流れ落ちています。ちょっと遠くから見た方がなんか神秘的に見えるかもしれないですね。おー、すごい。滝百選、名水百選、養老の滝。また司書に記述されている元正天皇の言葉では、自分で手や顔を洗ったら皮膚はツルツルときれいになり、痛むところも治った。この水を飲んだり浴びたりした人は白髪が黒くなり、剥げた髪も新しく生え、視力も回復したとあるそうです。さらに西暦771年に年号養老と改められたそうです。また元正天皇が養老の滝に訪れたきっかけとなった孔子物語という逸話もあります。やばい、なんか雪っぽいっていうかみぞれっぽいのが降ってきたんですけど、すぐ止んだんで、ちょっと遊歩道も散策してみようと思います。おー、すごい、めっちゃ綺麗。ちょうど日が当たって輝いてますね、滝が。でこの辺りも多分あれですね、撮影スポットとしてもいいんじゃないですか。この辺も橋の上から撮るといい感じです。めっちゃ景色いいね、ここ。遊歩道は思ったよりも広く整備されているので、ちょっとだけ下ってみます。こっち側の遊歩道も景色いいですね。川の音がね、心地いいわ。朝食べ過ぎたからちょっとね、歩こう。でこれ下から滝まで登った方が、感動はあるかもしれないですけど、駐車場代500円払ってでもちょっと山の上に止めて、で先に滝を見てからこうやって遊歩道を散歩するっていう、なんかまさかの逆張りコースもいいかもしれません。滝もすごいけど、こういうなんか川の景色も綺麗ですね。養老駅からだと50分も歩くんだ。ちなみに駐車場からの眺めはこんな感じです。そして駐車場には売店もあり、流しそうめんや五平餅、鍋焼きうどんなどもあります。しかしまだ早い時間だったので営業してなかったです。いやー、養老の滝良かったですね。めちゃくちゃ歩くわけでもなくね、程いい観光時間でね、楽しむことができました。平日の朝一ということもあり、人もね、少なかったんで、一人旅でもね、観光しやすかったです。おすすめです。次は大垣市のあの城を観光しようと思います。そしてこの辺りもね、めちゃくちゃ眺めがいいですね。ドライブにもおすすめです。そして長良川のすぐそばにあるとても眺めのいい道を進んでいきます。ここは清流サルスベリ街道というそうです。そして遠くの方に次の目的地が見えてきました。続いて観光するのは洲俣一夜城でございます。一夜城には駐車場がないため、洲俣町観光客用駐車場に停めて歩いて向かいます。わあ、これ桜のシーズンめっちゃ良さそう。この道
そして目的地が見えてきました。奥に見えるのが須俣一夜城です。出世橋というなんとも縁起のいい名前の橋を渡って向かいます。須俣一夜城は1566年、木下藤吉郎が一夜にして築いたと伝えられているそうです。そしてここには出世の泉もありました。須俣城は5階まであるそうです。順番に見ていこうと思います。ちなみに入場料は大人1人200円です。ちなみに現在の須俣一夜城は当時と違い城郭天守の形をしております。中は歴史資料館としていろいろ展示されており、豊臣秀吉の人物像や城ができるまでの計画や準備、作戦などを知ることができます。そしてこちらには刀の展示や鉄砲の展示もありました。そして5階の展望室にやってきました。俺めっちゃいい景色。どんどん風が強くなってくにしてもいい景色だ。こっち側の景色もいいね。いやー、景色も良くて勉強にもなってとても楽しかったです。これで200円だったらね、絶対来た方がいいです。そして私も木下藤吉郎みたいに出世したい。ありがとう須俣城。この道は本当に景色がいいです。ドライブ旅にもおすすめです。そして次はランチタイムにしようと思います。Google マップで偶然見つけた海鮮丼のお店にやってきました。本日の日替わり丼だけでもこんなに種類があります。めちゃめちゃ悩む。定番メニューはこんな感じになっております。ハーフ&ハーフもあるそうです。そして注文した商品がやってきました。生マグロ、サーモン、マダイ、ブリ、赤貝、しめ鯖が乗っています。料金は税込み1870円です。それでは早速いただきます。海鮮丼で食べ方悩みますよね。醤油をかけて食べるか、一切れずつ醤油をつけてご飯と食べるか悩んだんですけど、醤油をかけていただきます。ちなみに海鮮丼のご飯は白飯か酢飯かでね、選ぶことができます。私は今回酢飯でいただきました。地域によってね、全然違うらしいですよね。いやー、美味しかったです。こちらのお店は岐阜市にあり、岐阜駅からだと車で15分くらいです。気になる方は概要欄に Google マップの URL を記載しておりますので、チェックしてみてください。次は一旦岐阜駅方面に戻ります。岐阜駅方面に向かうところで、美味しそうなカフェ屋さん、コーヒー屋さん、カフェ見つけたので、テイクアウトしました。抹茶ラテ。抹茶ラテとコロネがね、美味しそうだったんで、食後のデザートにコロネいただきます。結構硬い。これがね、なかなか美味しかったです。抹茶ラテとも相性抜群です。そしてですね、食後の運動がてら散歩スポットに良さそうな場所を発見したので向かいます。到着しました。目の前には大きな橋と長良川が流れております。せっかく天気もいいのでこの辺を散歩します。金華山の山頂付近を見上げると遠くにですね、ちっちゃく岐阜城が見えます。岐阜旅行の終盤はちょっとこの川沿いを、長良川沿いを散歩して、でお腹減ればなんか食べに行って、で最後サウナでリフレッシュして東京に帰るって感じですかね。長良川沿いの散歩ね、めちゃくちゃおすすめです。やっぱ一人旅はね、人がいないところとかね、自然が溢れている場所をこうやってね、ぼーっと歩くっていうのがもう醍醐味ですよね。さっき風がめっちゃ強くてね、ちょっと外歩くのしんどうと思ったけど、この辺はなんかそうでもないんで、20分くらい歩いてお腹減らそうと思います。ここになんか神社があるな。こんなところに神社がありました。神明神社っていうんですかね。川沿いに佇むとても美しい鳥居です。せっかくなので参拝しておきます。そして数分歩くとこんな感じの場所に出ました。いやー、この山と川とね、めちゃくちゃ素晴らしい景色です。ここは晴れの日に絶対に歩きたいスポットの一つかもしれません。そしてですね、今日はこの後貸し切りサウナを予約していたんですけど、思ったよりもね、観光が早く終わってしまったので、ちょっとね、1、2時間くらいね、暇になっちゃったんですよね。
なのでとりあえずサウナの近くに行って、ブラブラ散歩でもしようかなと思います。近くに神社を発見したので参拝します。ここは八幡神社というそうです。主催人は王神天皇だそうです。まっすぐと綺麗に伸びた参道を進んでいきます。続いて適当に車を走らせていると眺めのいい場所を見つけたのでちょっと歩いてみようと思います。一人旅の時はね、基本的に人がいない場所を好んで観光しているので、こういう景色は大好物です。うわ、なんかいいね、この懐かしい感じが。すげえ川が光ってる。そしてこっちではなんか鳥が休憩しています。ようやくこの時がやってきました。いよいよサウナタイムです。ちなみにこちらのお店です。2024年10月にオープンしたばかりのプライベートサウナで整いたいと思います。ここにはバレルサウナ、アップライトサウナ、薪サウナがあります。今回は人生初の薪サウナを利用してみようと思います。受付をして早速中に入りました。更衣室は共有となっておりますが、シャワールームと外にあるサウナ外気浴水風呂スペースは完全なプライベートスペースです。基本的にアメニティは全て揃っており、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープだけでなく、冷蔵庫の中には水やオロポセットも揃っております。そして今回は一人で利用したんですけど、こんな感じでね、広々としているので、カップルや夫婦での利用や友達同士でね、3、4人で来るのもめちゃくちゃいいと思います。ちなみに今回利用する鈴の間では、テント内に補充用の薪があり、自分で調整することができるみたいです。基本的に注意事項を確認しておけば、一人でも初めての人でも大丈夫だと思います。いい感じだったかい。セルフロウリュも楽しめます。最高です。かけすぎてしまいました。めっちゃ暑い。いやー、こんな感じで撮影したんですけどね、マジで暑すぎてね、ぶっ壊れないか心配でした。思ったより早く薪は燃え尽きてしまうので、ちょいちょい補充する必要があります。めちゃくちゃ分厚いグローブがあるので、やけどの心配はなかったです。そして水風呂にダイブします。プライベートサウナだとね、混んでてね、サウナの上段に座れないとかね、水風呂が空いてないとかね、整い椅子が空いてないとかないんでね、もう本当に最高です。そしてオロポを飲みたいと思います。オロポとはオロナミン C とポカリスエットを混ぜたドリンクのことです。それではいただきます。ということで2回目いっちゃいましょう。熱っ、やばい。よし。90分コースで利用しているので、ギリギリまで楽しみたいと思います。ちなみにサウナって何がいいんだよって思ってる方もねいると思うんですけど、ぜひねこの動画をきっかけに近くのスーパー銭湯とかでもいいのでね、一旦行ってみてください。そしてサウナ行ってみたけど全然整えなかったという人はね、水風呂を我慢して1分以上入ってみてください。そして外気浴の時に3秒以上思いっきり息を吸って、そして5秒くらい息を止めて、ゆっくり8秒から10秒かけて息を吐いてみてください。めちゃくちゃ決まります。あっという間に終わりの時間になってしまいました。すごい、何でもあるね。いやー、良かったです。やっぱ旅の最後はサウナに限りますね。ちなみにこちらのサウナ気になる方は概要欄に URL を記載しておりますのでチェックしてみてください。
そして1泊2日の岐阜一人旅、あっという間に終わってしまいました。そしてね、夜ご飯食べるの忘れてたので、名古屋駅で弁当を買いました。そういえば新幹線でね、弁当なんてめちゃくちゃ久しぶりに食べます。レンチンとかせずね、冷えたまま食べたんですけど、意外と美味しかったです。おすすめです。てな感じで岐阜一人旅でした。最後は一夜城からの美しい景色とともにご視聴ありがとうございました。